皆さんこんにちは、さおりです。今日はなんとずっとね、私が一緒に動画を撮りたかったしんちゃんとね実はね、私がワーホリで就活をして正社員の仕事をゲットした時にも相談をねしてもらってはい、そっからちょっとお友達としてね仲良くしてもらってたんですけど、なんと念願のコラボ動画を今日撮ります。やっとやな。やっと本当に2年越しぐらいじゃない ?2 年越しじゃない。出会って、うん、あ、確かに出会って2年ぐらい。本当に。じゃあ早速今日はね、しんちゃんはシドニーもどんぐらいだ、もう今月でちょうど3年です。3年か。そうだ。でもそんな変わらへん。私3年目になった。2年経って。あ、1年ぐらいか、じゃあ。うん、そうなんですよ。で、ワーホリでね、来てね、仕事を、それこそ同じ IT 女子として、そう、仕事で正社員で働いて、で、なんと最近転職に渡されたということでね、いろいろ、仕事探しをね、軸に、今日はいろいろ質問していきたいと思います。よろしくお願いします。じゃあ軽く自己紹介をお願いします。しおみです。今、シドニーのオーストラリアのシドニーで、沙織さんと同じく IT 企業で働いてて、日本におった時も日本の IT 企業で働いてて、オーストラリアには最初ワーホリできて、その時に、現地の企業に正社員で入社をして、そのまま働いてるっていう感じです。で、仕事以外だと私も YouTube をやっていて、シドニーでの日常とか仕事のこととかを発信していて、インスタグラムの方ではネイティブとの英会話をメインに更新をしています。はい。ぜひまだチャンネル登録、インスタのフォローまだの人はね、フォローしてください。お願いします。はい。はい。ちょっと今ざっとキャリアのところも説明してもらったんですけど、具体的にどういうお仕事してるのかをお聞きしたいです。今は、一応カスタマーサクセスマネージャーっていう仕事になっていて、ソフトウェア系の自社の製品を売る IT 企業、で、日本やとなんていう SIR とかっていうのそれをまた普通にソフトウェア、そうやな、ソフトウェアのベンダーで、APAC のお客さんを基本メインで担当していて、流れで言うとお客さんが営業から入ってきて、契約書にサインをしてから、私がその顧客にアサインされて、プロジェクトマネージャーみたいな感じで、こういう要件があるから、じゃあこういう構成が必要ですね。特別な要件があったら、それをカスタムしないとなーっていう流れをして、ライブまで持っていって、ライブになってからは、その使い方のトレーニングをしたりとか、その使ってる間に、市場がトラブルとかがあったらサポートに投げたりとか、そのサポートが担当してるところが全部ちゃんとうまくいってるかっていうのを確認するファーストコンタクトみたいな感じがお客さんからしたっていう感じですね。じゃあ日本でも似たようなことをやってた？そうですね。日本だった時は、プリセールスエンジニアとカスタマーサクセスの部署にいて、タイトルはプリセールスエンジニアなんですけど、部署がカスタマーサクセスで、その時は売るまでをメインに担当してた。売るまで、売るまでと、ライブになるまでがメインで、保守とかは保守の部署に投げるっていう感じで、だから、お客さんが買いたいですってなったら、その製品のデモをしたりとか、じゃあ今使ってる製品がこういう構成やったら、こういう構成を組めますよっていう、技術的な側面で営業かけるっていう感じが。じゃあ完全にポジションは一緒ではないけど、そうですね。経験は技術にほぼ同じようなことはしてるかも。で、多分、これもよく受ける質問で、ワーホリから正社員になりたい人結構多いけど、どれぐらいの英語力が必要ですかとか、日本でじゃあどれぐらいの技術力を持ってから来たらいいかっていうんですか結構あって、しんちゃんは来た当時、どのぐらいの英語力と技術したのか来た時は、英語は、一応 TOEIC で言うと、フル
3、4年前ぐらいに受けたのが800。で、日常会話ができるぐらいかな。でもビジネス、仕事では全く使ってなかったので、ほんまにたまにベンダーと E メールでやり取りするから、カインドリガードをつけるとかは、メールで、それをつけるとかは知ってるっていうレベルのビジネスやったから、日常会話ぐらいですね。技術スタッフは一応大学も情報系の学部を出てるから、フロントとバックの、言語を浅く広く知ってるみたいな感じで、会社員の時はコンピューティングの部署にいたので、ハードと、クラウドのコンピューティング事業をやってるっていう感じと、ストレージとか、っていう感じで、社会人の時はクラウド系のサティフィケートを取ってたかなっていうぐらい履歴書に向けたので、そしたらじゃあもう学部の時から結構基礎はやってて、で言語の方とかあとはもうインフラ系になってる、そうですね。でなんか資格は実際に取っていうかどうやろう、資格がなかったら仕事が取れないっていうわけではない、端的に言うと。でもこう資格があることによって履歴書映えはしますよ。だからその面接に進みやすいのはあるかもしれない。それこそ日本で就活してる人やったら、基本情報処理とか、こっちでいう ITIL みたいなやつとか、まあ知識があれば入社はできるけど、まあ履歴書に書いてればパスがしやすいみたいな感じ。はい。だから同じ感じかもね。なくてもいいけど、あったらよき。まあ分かりやすい仕様には。実際にワーホリで来て仕事探しした時のなんかどんぐらい大変だったか、どんぐらいで決まったかとか、なんかこう探していく時のプロセス、どうやって最初始めてどうやって正社員の仕事ゲットできたっけ？そうですね。私は真剣にこうアプライをし始めて、1ヶ月くらいでこうサインする、なんていうの？コントラクトじゃなくてオファー、そうそう。オファーが来て、時間軸。最初、結構めっちゃアプライして。あ、そうや。めっちゃした。言いましたよね。ほんまにしたし、もう、リジェクトのメールが返ってきても、無感情。めっちゃ。何も感じへんぐらい。来ない時も。そう。何も、もう、サイレント。もう、リジェクト返ってくるだけマシ。じゃあここは終わりですね。はい。っていう。リアル、どんぐらい送ったんやろ ?100 は言ってへんかも。60とか。わからへん。めっちゃ送りました。そう、私もだわ。多分100くらい送った。ほんまに。そうだね。じゃあ面接になんか進めません。なんかその、応募履歴書めっちゃしてて、で全然その面接までたどり着けませんみたいな質問が多いんだけど、面接に進むためのコツみたいなのって面接に進むためのコツは、まずはさっき言ってた数増やすことそもそもと、やっぱ履歴書かな。その募集要項をいっぱい読んでる、募集要項そう、募集要項を読んでるうちに、こういう人、自分の中で必要な人物像、相手にとって必要な人物像を自分の中で作っていって、その人を表す、それが自分であるべきなんやけど、それを表す履歴書になるようにアップデートしていくっていう感じかな。なんかいかに相手が欲しい人材として見せるか、めっちゃ大事。はい、じゃあ続きまして、履歴書が通って面接に進むってなった時に、面接で心がけてたりとか、なんかポイントとかになる。それぞれの質問に、ただストレートに答えるだけじゃなくて、やばい、叫んでんな。叫んでんな。どうしよう。ちょっとキッズが触ってたので中断したんですけど、はい、じゃあ、面接で心がけたこととかポイントありますか？まず準備とか、よく聞かれる質問集とかを見て、準備するっていうのは当たり前やけど、一個の質問に対して自分の、アピールポイントみたいなアピールストーリーをつけることを私は結構意識してて、
まあ、例えば、あなたの弱みは何ですかとか、今までで一番した失敗は何ですかとか、なんかそういうネガティブなことでも、例えば自分の弱みはこういうところです。でも、まあ前職のこういうポジションとかこういうプロジェクトでこういうことを通じて、まあ、自分はそういう癖があるというか、そういうハビットがあるんやなってなったからこういう風にするように心がけてますとか、逆にでもこういうところは強みやなって気づけましたとか、そういうなんかストーリーを自分という人を出していく感じに話すようには私は心がけてました。ストーリー心がけてた。でも今思い出したのが、私がしーちゃんに相談した時に、このアドバイスくれたなって思った。何？なんかその、なんだろう、なんか質問をもらったら、その実体験ベースを必ずつける。だから例えば。言ってた？なんかその、なんだろう、じゃあ例えば、じゃああなたの強みは何ですかで、これこれこうです。で、こうだからです。じゃなくて、なんか、その理由を必ず自分の経験を、なんだろう、その例えとしてつける。まあ、ストーリーをつけて、まあ、だからこうなんです、みたいなのを、ちゃんと用意してたかな、私は。それ聞いて。確かに。しかも、かつ、それは職場での経験がメインの。そういうこと言ってる。そう。それは新卒とは違うところかも。そうだね、確かに。新卒だったらでも、あれか、大学での経験とかでも入れてた。学知か。待って、学知かって何の役だ？学生時代に力を入れたこと。ちゃんとも言う？続きまして、転職も最近してて、なんかそっちの話も聞きたいなと思うんだけど、転職、まず大変だった。これもめっちゃアプライした。そんなこと？それは、そんなにアプライはしてないかな。最初はもう、とにかく仕事が必要でめっちゃ、その、タイトルとかあんまり関係なく、IT 企業、IT の分野で割と広めにアプライしてたけれども、転職やったから、まあ、今の仕事より嫌とか、今の仕事より方向性が違うとかいうのは、そもそもアプライしやへんかったし、なんか結構最初よりは絞ってたかもしれない。確かに。こっちでのね、経験もあるし、基本的にプロセスとしては一緒だよね。そうですね。最初となんか違ったところ、なんかさっき今言ってくれた応募数とか以外に。最初と違ったところは、基本的に結構一緒やったかも。でも、なんか、正直、私舐めてかかってて、最初より。なんかもう、こっちで職歴2年ぐらいあったし、その自分のキャリアの年数も上がってるから、最初より苦労せんやろ。思ってた。そう、お前舐めてさったクソガキやったから。でも、最初に、私たちが、ワーホリで来た時って、まだ若干コロナが残ってた若干。まあそんな、生活にはなかったけれども、外国人の人がそこまで来てなかったりとか、があったから、その時よりは、求人数というか、母体がめっちゃ多くなってた。応募する人がめっちゃ増えてた。から、大変やったかな。そうかも。で、確かに、しーちゃんが転職してたタイミングって結構みんな仕事ないみたいな時期だったもんね。こっちの、現地の友達、もう私よりも年上で、もう10年とかキャリアがある子たちでも、レイオフされたりとか、それで次全然見つからへんとか、逆にこっちで大学卒業した現地の子でも、仕事見つからへん。大学院卒業したけど、こっちで仕事見つからへんって子も同じ時期にめっちゃおったから、時期もあったかも。なんか就職時期とか、まあ運とかタイミングを、めっちゃね、大事。はい、じゃあ次は、なんで海外就職をしようとそうね。もともと大学生の時に、カナダに半年間留学してて、でその時に海外で働いてみたいなって思って、IT を選んだのも結構それがきっかけ。海外で働くためには、じゃあ英語以外に何かが必要やなと思って、じゃあ今、情報系の学部におるし、スキルがあるっていうのは強みになるかなと思って、そっちに進んだ。けれども、コロナとかがあって、日本で就職をして、普
通に日系企業で働いてたんですけど、なんて言うんやろう。女性として日本でキャリアを積むってやっぱり難しいなって思う出来事がいっぱいあって、それに気づいたのも、今、旦那のマイケルとその時付き合ってて、日常の話をすると、そのオーストラリアの価値観の人からすると、信じられへんみたいな。そんなことを人事が言うなんてみたいな、フィードバックというか、まあ会話をして、あ、そうなんやって気づいて、じゃあちょっと海外挑戦してみたいなと思った。そうなんだね。なんかまずそもそも、なんだろう、海外で働きたいで IT が必要っていうその決断もめっちゃ考えててすごいなと思ったし、でも今、なんだろう、日本の外に出てみて、なんか気づく、なんだろう、まあ日本の、まあ、良さももちろんあるけど、なんかネガティブな面みたいなのもめっちゃ感じて、確かにね、IT ってやっぱり良くも悪くも男性社会なのがあるから、そう、私部署60人ぐらいおって、女性自分入れて2人とかやったから、営業とかはまだ多いかもしれへんけど、技術の部署は全然おらんかったかな。だから面接で、そう、ごめん、全然関係ない話していい？そう、新卒の面接の時に、なんで女の子やのに、IT、そういう技術にしようと思ったのみたいな質問をすごい受けて、なんかそれが最初、結構違和感、結構違和感で、でもそんな人事とかにはされなかった。人事も女の人が多かったから、あまりなかったけど、それこそ最終面接の重役の人とかから聞かれて、それって関係あるみたいな。あんたに関係ないよな、みたいな。でもそれを質問してる自分はちょっとね、結構言われた、それは。そっか。じゃあそういう、なんか、ところどころの、なんだろう、みたいなのを、多分マイケル先生はもっとね、敏感にそうかもして、それを考えるきっかけになったから。そうじゃあ実際にしてみてよかったですか？よかった。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 で今後、海外就職挑戦したいって人には、じゃあおすすめ。ぜひしたい。なんか、ほんまにあの時、一歩踏み出してよかったと思うし、もし、あの時、ワーホリしてて、こっちが嫌ってなったりとか、こっちでついた仕事が、まあそんなに好きじゃなかったとか、まあ日本の方がいいってなったりとか、まあ何らかの理由で戻ってたとしても、やっぱいかんかったらよかったとはならへんと思う。それがきっかけで自分の価値観とか仕事に対する、日本での仕事に価値観も変わると思うし、だから、私は、来たんやったら、おすすめ。本当にそう。みさわりさんはなんで海外就職しようと思った？逆質問ありがとうございます。でもしようと思ったのは、でもなんかずっと憧れみたいなのがずっとあって、なんか英語を話してる自分かっこいいとか、なんか海外旅行とかずっと好きだったから、なんとなくこう、いつかしてみたいなみたいなのあったけど、特にこう行動を起こさず、学生時代も留学行きたかったけど、行かなくて、俗に言うこう、レール、こうした方がいい。なんかじゃあ、大学も勉強して入って、なるべくいいところに入ってとか、企業も、大企業で親が安心するとかっていうのをこうしてきてたけど、あれなんか自分このままで、なんか本当にいいのかなとか、って考えるようになって、やるなら今しか決断したっていう感じ。なんかそう、ちょっと質問からずれたかもだけど、なんで、なんだろう、海外就職したかったかとかは、多分なんか親の影響もある。なんか親が国際、親の友達が国際結婚してたりとか、親の友達の娘さんは本当に留学とかめっちゃしてて、なんか今もそれこそフィンランドにも住んでる。そう。なんか多分なんかどっかで、こう、あったのが、そうしたいみたいな。そう。素晴らしい。そう。それこそ、これめっちゃ私の話にめっちゃ大変なんだけど、小学生の時にパースに来て、その家族だったの。そう。覚えてる？覚えてる。何年生ぐらい？小学校3年生とかじゃなくて、そう。そうでなんか結局私もオーストラリアに今来てるから、なんか親がなんかそうなんか運があったのかもみたいな、そう
まあ、話を。縁があるか。そう、縁があるか。じゃあ、ここは全然、言える範囲でいいんですけど、実際に、給料は、みんな気になりますね。聞かれるよね。めっちゃ聞かれるね。どうなんかじゃあ、最初の方からいくか。じゃあ、日本で働いてて、オーストラリアに移住しました。ってところだったら、なんか、どんぐらいのギャップあった？大体倍ぐらい。ちょうど倍ぐらい。年収ベース。夢ありますね。はい。沙織さんも？でも、ほんとそうかも、倍ぐらい。でも、はい。でもね、わかりますね。でも、やっぱ物価が高いから、そうね、私も親とかに年収聞かれて言うと、その年齢でみたいななるんやけど、でも、その後に家賃を言うと、みたいな、なるから、家賃も週700ぐらい払ってる。私、リモートやから、シティから3、40分ぐらいのところに住んでるけど、それでも7万ぐらい。週やから。週だよ、30万弱ぐらい。月。やばいね。本当にやばい。そう、家が本当にシドニー高い。びっくりした。同様。じゃあやっぱり収入も2倍な分、支出も2倍になるから、トントン、それ以上。確かに外食も高いからっていうのがリアルなんですけど、じゃあ、1社目から転職した時は、それも上がった？上がった。上がった。転職したいは、ちょっとやばい。どんぐらい上がる？どんぐらい？何%でしょう？何%？15% ぐらい。めっちゃでかい。年収で言うと 15% ぐらい上がって、でも今の会社結構福利厚生がいい感じで、やから、なんか、保険、前の会社は出してくれへんかった保険を出してくれるのと、ジムとかを払ってくれると、あとさっき言ってたみたいに、オフィスがあるから、来た時は、そのオフィス環境、コーヒー飲めたり、ビール飲めたり。そう、無料なんだよね、コーヒーね。ビールもそう。やばい。なんかご飯が出たりとか、そういうのはあるかな。いいね。じゃあ最後にね、じゃあ海外就職してよかったってさっき教えてくれたんですけど、じゃあ今後海外就職したいと思ってる人に、なんかじゃあ今からできることとか、なんかアドバイスとかあれば、はい。多分、沙織さんも動画で言ってると思うけど、リンクドインとか、シークとか、インディードとかで、例えば今の自分の職種とかポジションに近いような、オープンのポジション、求人募集、求人を探して、で、それに募集要項とか、こういう人を探してる。そこに、例えばこういうサーティフィケート持ってたら、アディショナルでグッドみたいな。アディショナルでグッドって何ですかっていうのが、あるよな。最低限の、最低限募集要項と、アディショナルグッドあるよね。そこに、例えば、空いてる、これ持ってたらいいとか、このサーティフィケート持ってたらいいって書いてたりするから、じゃあ、それ取ってみようかなとか、あとは自分のその職種で何年の経験が必要です。3から5とか、5から7とか、7年って書いてたりもするから、その自分の年数やったら、これぐらいの経験が必要なんやっていうのを理解して、日本で働いてんねやったら、それに合わせたような経験を自分で取りに行ったりとか、そういうサーティフィケートとか、私も日本行った時それしなかったけど、本当そこにね、全部書いてあるから、それを日本にいるうちに準備してたらめっちゃ強い。皆さん、いろいろもうたくさんね、就活におけるヒントが今日あったので、ぜひ今後に活かしてもらえたらと思います。じゃあ、しーちゃん今日はありがとうございました。念願コラボ。またね、別の企画とかも、なんかね、2人でしたいなって思ってるので、もしなんかリクエストとかがあればコメント欄にて教えてください。じゃあこの動画がいいなと思ってくれた方は高評価、またね、チャンネル登録まだの人は私のチャンネルも、スイートのチャンネルも、はい、ぜひお願いします。じゃあ最後まで見ていただいてありがとうございました。次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。